お世話になっております。マサルです。今回はディストリビューションについて一緒に勉強していきたいと思います。それでは始めていきましょう。この動画は IT エンジニアの皆さんの成長を応援するスタイルラボさんのご協力でお送りします。スタイルラボさん、いつもご協力ありがとうございます。スタイルラボさんの詳細は概要欄のリンクからご覧ください。Linux の勉強を始めるとディストリビューションという言葉をよく耳にしますよね。現在は多くのディストリビューションが存在しています。ディストリビューションとは何なのか、ディストリビューションによって何が違ってくるのか、ディストリビューションについての知識は Linux の勉強にも実務にも役立ちます。先に結論です。ディストリビューションとは Linux OS を利用できるようにソフトウェア等をパッケージ化したものです。詳しく見ていきましょう。それではディストリビューションについてお話ししていきます。 Linux には様々なディストリビューションが存在しています。例えば Red Hat Enterprise Linux とか Ubuntu とか CentOS などがあります。いろいろなディストリビューションがあるんですね。それぞれのディストリビューションの違いが気になるところですが、まずはそもそもディストリビューションって何なのかについてお話しするところから始めていきます。ディストリビューションとは配布という意味を持つ英単語です。前回の動画 Linux の歴史の中でリーナスさんが Linux カーネルを作ったよという話をしましたね。カーネルとは OS の核のようなプログラムです。カーネルが司令塔のような役割でソフトウェアによるハードウェアの利用を制御してくれます。しかしカーネルだけでは OS を利用することができません。ここに書いているようなシェル、ライブラリ、コマンド、サーバーソフトウェアのような様々な要素が必要です。ちなみに現時点ではシェルとかライブラリに関しては気にしなくて大丈夫です。ここで話していることを例えると、カーネルが社長みたいなイメージですね。会社は社長だけでは機能しないですよね。一緒に働いてくれる人が必要ですし、働くための場所の設備などいろんなものが必要です。これらを一つ一つ用意するのは大変ですよね。Linux のディストリビューションは Linux カーネルを核として OS が機能できるように必要なパーツを一緒にパッケージしてくれています。なのでディストリビューションとして導入するとすぐに Linux OS として利用できるということなんですね。なんとなくイメージできましたか？それでは次にディストリビューションの系統についてお話ししていきたいと思います。ディストリビューションにはいくつかの系統があります。Linux の勉強で覚えておきたいのは Red Hat 系と Debian 系の2つの系統です。それぞれの特徴を見ていきましょう。まずは Red Hat 系。Red Hat 系の代表的なディストリビューションは Red Hat Enterprise Linux、CentOS、Alma Linux です。名前の通り、Red Hat 社によって開発された Red Hat Enterprise Linux がベースのディストリビューションです。Red Hat 系はサーバーで利用されることが多いディストリビューションです。次は Debian 系。Debian 系の代表は Debian GNU Linux もしくは Ubuntu です。こちらも名前の通りDebian GNU Linux がベースになったディストリビューションです。Debian 系はクライアントとして利用されることが多いディストリビューションです。2つの系統を並べてみるとそれぞれの役割がイメージしやすくなると思います。サーバーには Red Hat 系のディストリビューションが利用されることが多いです。例えばホームページを公開するための Web サーバーを作りたい場合はRed Hat 系のディストリビューションが向いていると言われています。そしてサーバーに対してアクセスをするクライアントは Debian 系のディストリビューションが向いていると言われています。Red Hat 系とDebian 系、それぞれイメージが湧きましたか？ちなみに今説明しているのはあくまでも代表的な例です。サーバーには絶対 Red Hat 系を使わなくてはいけない。クライアントには絶対 Debian 系を使わないといけない。そのようなことはないので注意してくださいね。そしてここが大切なポイントです。
今お話ししたレッドハット系とデビアン系は Linux のディストリビューションとしては同じ分類ですが、この系統によって利用するコマンドが違います。なので自分が利用するディストリビューションがどっちの系統なのかを意識しておかないと、こっちだとこのコマンドで動いたのにこっちだとこのコマンドで動かないなど設定で困ることになります。この2つの系統があるということはしっかり覚えておいてくださいね。ではここで確認テストに挑戦してみてください。 Linux ディストリビューション Ubuntu の特徴として正しいものはどれですか？ A、商業的に利用することはできない。 B、主にサーバー用途のみに限定されている。 C、初心者にも使いやすく幅広いサポートがある。 D、特定のデバイス専用に設計されている。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は C、初心者にも使いやすく幅広いサポートがあるのが Ubuntu の特徴です。デビアン系の代表が Ubuntu でしたよね。ちなみに Ubuntu という言葉は南アフリカのズール語で他者への思いやりという意味を持っています。名前からして利用者に優しく分かりやすいディストリビューションを目指して作られていることが分かりますよね。では次にレッドハット系について少し掘り下げてお話をしていきたいと思います。2024年現在、レッドハット系のディストリビューションは転換期を迎えています。これまでレッドハット系はどのように使われてきていたのか、その流れを知っておきましょう。2024年11月現在でレッドハット系のディストリビューションの勉強をしようとすると、こんな会話を聞くことがあると思います。 Linux の勉強をしたくて CentOS をインストールしたよ。それに対して今ならアルマ Linux の方がいいんじゃないみたいな会話です。なんだか難しそうな会話で、自分には話しかけないでほしいってなりそうですが、勉強する上でも実務においてもレッドハット系の情報は必ず知っておいた方が良い知識なので、概要だけでも知っておくようにしましょう。レッドハット系のディストリビューションとしてレッドハットエンタープライズ Linux というディストリビューションがあります。このディストリビューションは商用 Linux ディストリビューションと言われるように、セキュリティアップデートや個別のサポートなど様々なサポートを含んだディストリビューションです。レッドハット系はサーバーで利用されることが多いディストリビューションでしたよね。自分のビジネスで使うサーバーならお金をかけてでも安心安全に利用したいと思うユーザーはレッドハットエンタープライズ Linux のディストリビューションを利用します。しかしもちろんレッドハットエンタープライズ Linux を利用する場合はそれに応じた料金を支払う必要があります。お金を払ってレッドハットエンタープライズ Linux を利用する企業もいますが、企業によってはお金を払わずにレッドハット系の Linux のディストリビューションを利用したいという企業も存在します。そこで利用されていたのが CentOS という無償で利用ができるディストリビューションです。CentOS はユーザー個別のサポートこそないものの、レッドハットエンタープライズ Linux のクローン OS を目指して開発された OS なので、レッドハットエンタープライズ Linux と同じような機能を使うことができます。無償で利用することができるなら、個別サポートがなくても CentOS を使いたいという企業もたくさんいました。なのでしばらくはレッドハット系のディストリビューションといえば手厚いサポートのあるレッドハットエンタープライズ Linux か、もしくは最低限のサポートしかないけど無償で利用ができる CentOS、 この2つがレッドハット系の主流として利用されてきました。しかしその日は突然やってきます。CentOS の開発をしていた The CentOS プロジェクトが CentOS のサポートを終了しますと発表したのです。これまで CentOS を利用していた人は困ってしまいました。なぜなら CentOS のサポートが終了するということは CentOS に関するセキュリティのアップデートなども行われないことになります。これまではセキュリティアップデートによってサーバーのセキュリティ対策をすることができましたが、
サポートが終了するとこれらのセキュリティアップデートもされないことになります。もしサポート終了後に脆弱性と言われるセキュリティの弱点がサーバーにあることが分かったとしたら、攻撃者はその弱点を狙って攻撃をしてきます。これでは安心してサーバーを利用することができませんよね。そこでこれまで CentOS を使っていた企業は CentOS から別のディストリビューションに移行する必要が出てきました。選択肢は大きく2つに分かれます。一つは商用ディストリビューションの Red Hat Enterprise Linux に移行すること。もう一つはその他のディストリビューションに移行することです。Red Hat Enterprise Linux に移行する場合、そもそも CentOS が Red Hat Enterprise Linux の完全互換を目指して作られていたので、そのまま Red Hat Enterprise Linux を利用することができるのでとても便利です。しかし Red Hat Enterprise Linux は利用するために料金が発生してしまいます。そもそも CentOS を利用していた企業は利用料金をかからないために CentOS を利用していた企業が多いので、利用料金がかかる Red Hat Enterprise の利用は避けたいと考える企業が一定数存在していました。そこで無料で使えて CentOS みたいなディストリビューションはないかなと検討することになります。そこで注目されているのが Alma Linux です。Alma Linux は無償で利用できるディストリビューションです。さらに Red Hat Enterprise Linux や CentOS と似た OS を目指して作られています。なので現在は CentOS から Alma Linux に移行する企業が増えており、今後 Alma Linux を利用することが増えていくと予想されています。以上、レッドハット系の最近の流れについてお話しさせていただきました。ここまでの説明を聞くと冒頭の会話の意味が分かってきますよね。 Linux を勉強したくて CentOS をインストールしたという人に対して、これからは CentOS を利用することが少なくなるので Alma Linux の方が良いと思うよとアドバイスしているわけですね。それでは今回のまとめにいきましょう。今回はディストリビューションについて一緒に勉強しました。ディストリビューションは Linux OS を利用できるようにソフトウェア等をパッケージ化したものです。 OS にはカーネルという核になるプログラムがありますが、それだけでは OS としての役割を果たすことができません。ここに書いているシェル、ライブラリ、コマンドなど様々な要素が必要です。それらをまとめてパッケージ化して OS として利用できるようにしたものがディストリビューションです。Linux の勉強で覚えておきたいディストリビューションの2つの系統はレッドハット系とデビアン系です。レッドハット系はサーバーで利用されることが多く、代表的なディストリビューションはレッドハットエンタープライズ Linux、CentOS、Alma Linux です。デビアン系はクライアントとして利用されることが多く、代表的なディストリビューションとして Ubuntu を覚えておきましょう。それぞれの系統でコマンドが異なる部分があるので、自分が利用しているディストリビューションが何系統なのかを意識して利用する必要があります。さらにレッドハット系を取り巻く最近の状況として CentOS のサポートが終了したこともお伝えしました。 CentOS を使っていた企業は Alma Linux に移行するパターンが多くなっています。これからレッドハット系を勉強してみたい方は Alma Linux を使って勉強してみると良さそうですね。それでは今回はディストリビューションについて一緒に勉強しました。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。もし一人で勉強するよりも誰かと一緒に勉強したい、質問できる人がいなくて困っているという方はお気軽にオンラインコミュニティに参加してみてください。参加方法はメンバーになるボタンから対象のプランを選択していただいて、 Discord のアカウントを YouTube のアカウントと連携してもらえればすぐに参加することができます。現在は100名以上の方がオンラインコミュニティに登録してくれていて、毎日いろんな交流が生まれています。初学者の方、学生さんも参加大歓迎です。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後におまけトークです。今回は赤い帽子の秘密についてお話ししたいと思います。
ディストリビューションで覚えておきたい2つの系統の中で、レッドハット系とデビアン系に分かれるというお話をしました。レッドハット系のレッドハットとは何に由来するのでしょうか。気になって調べてみたので、その内容をシェアしてみたいと思います。レッドハット社の創業者の一人であるマーク・ユーイングは、自宅で自作の Linux ディストリビューションを作ったりしていて、通っている大学の中ではすごいやつがいるぞと有名だったそうです。大学ではいつも赤いラクロスのキャップをかぶっていたため、大学に通う学生の間では、困った時には赤い帽子の男に聞けばいいと言われており、その体験がレッドハット社の名前の由来になったそうです。ちなみにこの赤い帽子はマーク・ユーイングの祖父の帽子で、もし祖父の帽子が別の色なら別の社名になっていたかもしれませんね。それではおまけトークまで聞いてくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。